高階健二さん、当時8歳。爆心地から約 2.5km 離れた出塩町で被爆しました。朝はね、空襲警報が一つ入ったと思うんですよ。それで家の中にいてて、とにかく天気のいい朝やったんですよ。それでそれが一応解除になって、そして外へ出たと思うんです。でその町内の中に大きな防火用水がありましてね、その防火用水のそばで友達と2人で遊んでた。でこれも不思議なことですけど、私がこう防火用水の縁へしゃがんだと同時に原爆が落ちたと思うんです。で友達はガラスかなんかでもうここの上全部破片で怪我してました。それで私もねしゃがんでたんやけど10メートルぐらいこう横へ飛ばされたと思うんです、爆風で。で右側の顔ガラスでだいぶ切ったんですよ。だからこの辺ちょっとこう残ってますけどね。落ちた瞬間っていうんかね、青白い光っていうんかね、そういうのが来て、それですぐ爆風が来た飛ばされたような感じなんですよ。やけどはなかったけど切り傷が多かった、こっち側がね。もう血を流してましたからね、おそらく僕ねやけどをしたんじゃないかなと思いますよ、この上、ここから上ね。でいっぱいこう血が出てたからね。で私はこう切り傷やけで血が出てたけど、切り傷やからその子も切り傷かなと思ってみたりするんやけど、それからね母親のねいとこがね宇品にね暁部隊がありまして、そこでね潜水艦に乗ってったっていう話は聞いてるんですよ。そこでその人が来ましてね、で私も外から家帰ったらもう爆風が入ったところの大きな柱全部折れてましたからね、屋根がこう落ちるぐらいに片方だけバーッともうなくなって、もう壁も何もなくなってたから。で母親が多分ね体の具合が悪かったんやと思います。寝ててね、そしてその上に柱が折れてきて、そしてね今考えたらですよ、後考えたら複雑骨折じゃなかったかなと。それでその叔父が来まして、そしてもうここ動いたらいかんって、とにかく僕叔父が来るまでさ母親のいとこなんですけどね、僕は来るまでここ動いたらいかんでって言われて、そこでじっとしてたんです。でお昼過ぎにリアカー持ってきてくれて、そこへ布団を敷きましてね、で母親と友達を乗せて海田の方へ避難するんですけどね。いっぺんに行ったんじゃないんですよ。工人橋かどっか渡って今の電車通りですかな、あれを渡って向こう入ったところかなんかにとにかく避難場所が公園かなんかがあったような記憶がするんです。そこで何日か過ごしたんですよ。3日か4日ぐらい。段原のあそこ商店街がすごかったですよ。口々に水水って言うてることは言うてましたけど、僕らも子供やし後ろについてるから直接私に言われたことはないですけど、口々にそれは言う、お父さんとかお母さんとかね、それはその中でもやっぱりいろいろもう目が見えない人もあったやろうし、ただ人の後ろについて歩くっていう今考えたらそういうふうな状態の人が多かったんじゃないかなと思いますよね。で小町の方はそんなに暗くなったとか
そういうふうな感じはなかったですけど、南原へ入ったらもう街並みが全部爆風で壊れてたからね、やっぱり相当な被害が出てましたからね。だからやっぱりすごかったですよ。で的場の方まで出たらもう市内はもう火の手上がってたから、食べ物はねほとんどなかったと。近所の人がおむつをね一つくれたのも覚えてるんですけど、ほとんどなかったと。それで水はまあそこらに出てるやつを飲んで、それでおばあちゃんがどこからか3日目ぐらいにトマトを持ってきてくれるんですよ。どっかから探してきてね。でそれをその友達に食べさせたんですよ。そしたらもうほとんど目が見えなかったと思う。これ何って言うから、これトマトって僕言って耳元で言ったんですよ。そしたら「ああ美味しい、こんな美味しいもんあったんやな」って言って、そしてそれを食べ終わってその子が亡くなったんです。だけどこの死体も軍の方で片付けたんでしょうから、どこへ行ったか分かりませんけどね。で名前もねもう忘れてしもうてるんですよ。その後は海田の方へ叔父のとこへ行ったんですよ。で叔父の家で母親が亡くなって、だから8月のね12日やったか、母親が言う言葉はね、やっぱりもう自分は一人で生きていくようになると思うから、人様に迷惑かけないよっていう話はしましたね。1ヶ月ぐらい、1ヶ月20日ぐらいまではその叔父の家でゴロゴロしとったんです。母方の叔父が大阪の豊中にいてたんですけど、その叔父が当時倉敷霊園に勤めてたんですけど、それがどこかで私のことを聞いたんやと思いますよ。である時手紙が来まして、この手紙がついたらちょっとうち来いっていうことで行ったんです。でとにかく広島へおったら私もその当時どういうふうな生活をしていくかわからんし、ある程度ちょっと自分の生活っていうのも嫌気がさして何かにすがりたいっていうこともあったし、まっとうな仕事をせんといかんと思うような気持ちがありましたからね。でそのはがきが手紙が来たのをきっかけでその叔父のとこへ行ったら、そしたら叔父が今日はうちに泊まっていけって、それで明日からこういうお店にあんたのことをちゃんと話をしてあるから、そこで働いて技術を覚えっていうのが利用の散髪屋の技術やった。でそこで利用学校へ行かせていただいて、そして国家試験を受けて、で間もなく大阪でお店を持って、そして50年ほど頑張ってこれでここへ帰ってきた。こうして語り部もさせていただいてるんですけど、これはやっぱり原爆だけでなしに戦争っていうもんは絶対したらいかんと思いますね。っていうのは民間人がどのぐらい被害を受けるかで、小さい子どもたちがもし両親が亡くなった子どもたちが成長するまでどんなふうな生活をするか、出会いのいい人はいいけどそうでない人はやっぱり横道にそれていく人もたくさんあるやと思いますしね。だからそういう意味で私は語り部をさせていただいてる。原爆だけのことでなしにやっぱりいろんな戦争はもう世界の中でやめてもらわないと。今現在でもシリアでもイラクでもいろいろなことありますやんか。だからやはりまして宗教戦争なんていかんですよ。
やっぱり暴力で平和を勝ち取ったものは暴力で平和を奪われていくっていうことがありますでしょ。だから